さんこんにちは、しおぬです。私は今難波に来ております。じゃあこちらの後ろに見える立派な建物が南海難波駅です。今日はですね、以前東京でも成田エクスプレスとスカイライナーで空港特急の乗り比べをしたんですけど、今回はここ大阪で南海特急ラピートとはるかの乗り比べをしたいなと思います。行ってきます。ではまずは特急ラピートに乗車します。ラピートは難波から関西空港を結ぶ空港特急です。飛行機のマークもあって、なんだかもう空港に来た気分です。天井がもう高いです。吹き抜け構造で広々としています。3階の北改札口に来ました。南海難波駅は9面8線となっていて、日本の東端式ホームでは2位の大きさです。ちなみに1位は阪急大阪梅田駅です。9番線がラピート専用ホームとなっています。ラピートの乗車には乗車券と特急券が必要ですが、一番お得に購入できるのがラピートデジタル切符です。事前にスマホで購入して QR コードで乗車します。前日までの購入で1350円、当日でも1380円で乗車できます。ラピート最大の特徴は何といってもこの見た目だと思います。初めて見た時ガンダムに出てきそうだよねって父に話したら、鉄人28号やろうって突っ込まれました。調べてみて納得です。それにしてもちょっとかっこよすぎるなと思います。電車とは思えないロボ的で斬新な外観で、球体から刃が出ているような、装甲をまとっているような、こんな列車は見たことがありません。レトロフューチャーがコンセプトだそうです。窓はすべて楕円形になっていて、こちらは航空機をイメージしているそうです。ラピートという名前はドイツ語で速いという意味で、難波から関西空港までを約35分で結びます。アルファとベータの2つのタイプがあるのですが、アルファの方が停車駅が2つ少なくなっていて、所要時間が少し短いです。顔部分はラステル車のようにギュインと尖っています。後ろに停車している南海の車両と比べると、より感じるこのインパクト、スピード感のこのシュシュシュっていう線が見えてきますよね。車体カラーはラピートブルーで、深めの紺色で空と海のきらめき感を表現しているそうです。塗料には雲母が入っているので、キラッと金属的に反射するような見た目になっています。ラピートはいろいろなコラボもあって、スターラックス航空のスヌーピーラピートが次にやってきました。ラピートがイメージした航空機のこの楕円形の窓を生かして、ラピートが飛行機になったようなラッピングです。空港特急としてはもちろんですが、この車両は航空会社とのコラボにぴったりですね。次にやってきたのは、私が一番見たかった、乗りたかったモブラピートです。こちらはスイスの姉妹鉄道モントルー・オーベルラン・ベルノア鉄道とのコラボ車両で、私もいつか絶対に乗りたいと思っている MOV の展望列車ゴールデンパスエクスプレスのデザインをラッピングしたモブラピートとなっています。普段はこのデザインの列車がスイス屈指の美しい風景を望む人気の絶景ルートゴールデンパスラインを走っています。もうずっと会いたかったモブラピート、本当にお似合いです。特に関西空港駅で見るとその魅力に引きつけられるのですが、このラッピングとラピートのロボ感と違う種類のかっこいいがこんなにも調和するんだなと驚きました。SF 感のある車体にこの異国感、高級感のある雰囲気が相性抜群です。やっぱりこの丸窓がいい仕事しているなと思います。では乗車します。車内は窓だけではなく空間全体が楕円形になっていて、異空間へのポータルのように感じます。そして荷物入れはハットラック式なので、車内がすっきりと保たれるのもいいなと思います。床はカーペットになっているので、キャリーや足音などもすごく静かです。
大きさはこんな感じで、縦にしたらリュックがはみ出ちゃったので、キャリーケースとかは厳しいと思うんですけど、身の回りの手荷物とかは入れられるかなと思います。座席は形も大きさもしっかりとした感じで、大阪らしくヒョウ柄です。なお、車内での携帯電話のご使用。座席と窓の位置は一致しているので、これが結構嬉しいポイントです。荷物置き場は各号車ごとに3段こんな感じであります。大きい荷物の人は安心して置くことができますし、私は機内持ち込み用の最大サイズのキャリーを持って行ってたので、座席まで持っていくことにしました。座席の幅は広めなので、キャリーケースを置いたとしても足が痛いとまではなりません。膝とキャリーの間も空いているので、あんまり窮屈な思いをすることなく過ごせたかなと思います。ただ縦向きにすると厳しいです。私は欠かせないと思っているドリンクホルダーと背面テーブルもあります。背面テーブルがちょっと斜めになっていたので、乗車時間は短いんですけど、作業とかに適していそうだなと感じました。扉閉まります。ご注意ください。では難波駅を出発します。ここから関西空港駅まで約35分間。もうすでに満喫するには時間が足りないと感じていますが、本来早く空港にアクセスするための列車なので、乗車時間が短いのはありがたいことではあります。皆様、お待たせいたしました。特急ラピートアルファ関西空港行きです。実際に乗車してみると、外で見るよりも窓がすごい大きいです。立ち上がらないとこのロールカーテンを閉められないのと、強い日差しに襲われたのでちょっと閉めようかなと思ったら、前の人が閉めてくれない限りは逃げられませんでした。新今宮です。カーテンをすべて閉めたとしても透け感があって景色が見えるので嬉しいです。新今宮ステーションナンバー We will be stopping at 天下茶屋。後ろの人がいらっしゃったので少しだけ倒させていただきました。倒さなくてもそんなに苦しくありません。座席には耳がついているので、隣の人とはっきりスペースが分かれていますし、寝やすいです。ヘッドカバーにはロゴとラピート。またまた違うラッピングに遭遇しました。ピンクでハートの感じもサンリオかなと思ったのですが、グローバルボーイズグループ INI のラッピング車両マジラピ号だそうです。ラピートは潜水艇っぽいという感想もあるみたいなのですが、私はこのライトが1本通っていることと管の感じが潜水艇っぽいなと思います。こうやって見てみても電車の中というよりは飛行機の中の方が納得できるような気がします。曲線と色合いが柔らかい印象を与えていて落ち着きますね。始発で空港への到着時刻を比べると、ラピートは6時35分着、はるかは7時10分着で、ラピートの方が35分早く到着できます。関空からの終電を比べてみると、ラピートが23時発、はるかが22時16分発で、ラピートの方が終電は遅いのですが、そもそも難波は関空に近い駅です。なのでラピートは23時34分に難波に着いて、はるかは23時32分に京都に着くので、最終目的地に着く時間にはあんまり差がありません。次は泉佐野です。和歌山市方面はお乗り換え。途中駅からの乗車も結構多いんですね。私の隣の席にも途中から乗客がいらっしゃったのですが、私よりはるかに大きいキャリーケースを座席に持ってきていたので、ギッチギチではありましたが、こんなに大きくても足元に置けるんだなってびっくりしました。ただちょっとお手洗いにと席を立つことが難しくなってしまいまして、乗車時間が短いので緊急時以外は問題ないのですが、荷物置きに置けないくらい大きな荷物を持っている人が多いというのは難しいところですね。座席はおそらく満席だと思います。ほとんど外国の方かなという印象なので、皆さんこれから帰られるんだろうと思います。旅の締めにふさわしい列車だなと思いますし、関空から到着してラピートに乗れば長時間フライトの疲れも吹っ飛ぶんじゃないかなと思います。 JR にはグリーン車があると思うんですけど、
ラピートにはそのグリーン車に相当するスーパーシートがあります。レギュラーシートでこんなに快適なのにスーパーシートがあるなんて一体どんな席なんだと想像しますが、値段も200円くらいしか変わらないので乗りたくなります。この快適さにコンセントがないというのが意外だなとは思いました。座席には英語、中国語、韓国語でマナーや注意事項について記載されたものがありました。そしてこれは南海なんば駅直結のショッピングモールの広告かな。これがあるのはすごい珍しいなと思いました。泉佐野駅を出発しました。ここから空港線に入ります。奥に見えるひときわ大きいビルはシスリンクタワーというビジネスオフィスです。お手洗いは男女共用トイレと男性用女性用どちらもあります。完全に個室ですね。カーテンがないからちゃんとかけるところもあります。綺麗な席みたい。関西空港は世界初の完全人工島からなる海上空港ということで、島に渡るためにはリンクータウンからつながる連絡橋を渡ります。こちらは JR と南海が共用している面白いポイントでもあるのですが、世界最長のトラス橋でもあるそうです。関西空港駅到着しました。せっかく空港特急に乗って空港にやってきたので、今から飛び立とうと思うのですが、前回はですね、成田から博多空港に行きました。今回はじゃん、パスポートを持ってきました。近場にちょろっと旅行しに行ってきます。ラピートレジャーに見送られて出発します。行きはチェジュ航空で向かいます。私はリュックを持ち込んでいるので窮屈に感じますが、足元に荷物がなければ足を伸ばすことができます。今回向かっているのは私は初めてとなるプサンです。キメ国際空港では事前にアナウンスがありますが、上空からの撮影は禁止ですのでご注意ください。キメ空港に到着しました。これから電車に乗ってプサン駅まで行くんですけど、駅の空港内のコンビニでこれ T マネーカード、日本のスイカみたいな IC カードも購入しました。まずはこちらのキメ京電鉄に乗ってプサン駅に移動します。じゃあこの T マネーカードに入金します。日本語、ご希望の駅をお選びください。日本語があるから分かりやすいけど、すんごいガビガビだ。なんだこりゃ。交通カードを読み取り中です。両替は空港内ではなく空港駅の方がレートが良かったのでおすすめです。日本と同じ感じでピッと入って2番線に乗車します。日本のゆりかもめと近い雰囲気ですね。キメ京電鉄は無人運転で全線高架、第3機上終電方式で走っています。韓国の鉄道といえばフルスクリーンホームドアが特徴かなと思いますが、この整備がしやすかった理由の一つとして、韓国の地下鉄は規格が路線ごとに統一されている場合が多く、また地下鉄の歴史自体も比較的新しいことが挙げられるそうです。空港からプサン駅へはバスなどの手段もありますが、列車移動が一番リーズナブルです。空港駅からササン駅で地下鉄2号線へ乗り換え、そこからソミョン駅で1号線に乗り換えればプサン駅に着きます。韓国の駅には駅そばみたいなノリで駅おでんがあったり、駅構内で出店みたいなものがたくさんあったり、妊婦さん専用の優先座席があったり、
バネみたいなつり革とかも日本との違いを見つけるたびに旅がどんどん面白くなります。釜山駅に到着しました。釜山といえば韓国の首都ソウルに次ぐ第2の都市で、海とか海鮮が有名かなと思います。なんとなくリゾートのようなイメージを持っていたので、こんなにも都市っぽいのかと驚きました。行きたいお店があったんですけど、2人からしかダメって言われました。すごい店員さん優しかったけど、お一人様があんまりできないのかな。ちょっと諦めて観光に行こうかなと思います。今回はそんなに時間がないので、駅から歩いて行ける168階段に行ってみようと思います。本当にこっちでいいのだろうか。この道で合ってるのかわかんないんですけど、多分書いてあったりするから、合ってる、よかった。うわー、突然童話の雰囲気になって驚いたのですが、階段を上がると小学校があります。小学校の横の道を通っていくっぽいのですが、ここで突然女の子が話しかけてくれて、ちょっと韓国語わからなかったんですけど、どうやら案内してくれるみたいでした。おー、こちらが全168段ある階段です。ここは急斜面を利用した古い住宅街で、この上に展望スポットがあります。エレベーターで登れると聞いたんですけど、見当たらなくて。こっちありがとうございます。こっちだよって案内してもらったのが、どう考えても住民しか入っちゃいけなさそうな場所で、ビクビクしつつついていってみると、エレベーターありました。観光客も利用できますが、近隣住民の方が毎日使用されているので、観光の際は配慮が必要です。E353 系の色違いみたいなエレベーターが降りてきました。話しかけてくれて、本当に道迷って。真面目だね。いつ帰れます？今日 KTX でソウルまで行って。ソウルまた行くんです。すごいですね。오늘 KTX 타고 서울 가신대. 감사합니다. すごい嬉しい。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。감사합니다. 綺麗？キ違うな。あるんだ。イエーイ。わーい。すごい、めっちゃ嬉しいことがありました。どこまで降りるんだろう。1階かな。駅から近いのにこんなに絶景を楽しめるのはすごくいいですね。今回は時間が短い中でも素敵な方たちとの出会いも含めて、釜山の魅力を凝縮して味わえたかなと思います。配達員さんと移ろう。お店とかなのかな。このなんか屋上の感じとかもやっぱり韓国だなって感じますね。ではこの後 KTX に乗るのですが、一旦置いておいて一瞬で関空に戻ります。行きはこっちの南海から出てきたんですけど、左側 JR 西日本特急はるかで帰ります。スイカで入場します。チケット売り場が大混雑だったんですけど、チケットレースにしたのでなんとか助かりました。まだ来てないかな。まだ来てない。合ってるよね。目が悪くて見えません。全然大丈夫でした。文字が渋い。ラピートは難波と関空を結ぶのに対し、はるかは大阪、京都、そして時間は限られてしまいますが、滋賀県の安まで結んでいるのが特徴です。大阪駅まで乗り換えなしで行けるというのは、ビジネス利用者の視点から見てもとても便利なのではないかなと思います。
はるかの専用車両281系がやってきました。かなり知的な印象を受けます。ベースは大空に輝く真っ白な雲をイメージしたシャイニングホワイト。上部分は地下ホームなので見えにくいのですが、無限に広がる宇宙をイメージしたコスモグレー。最後に裾部分は成層圏の青、ストラトブルーです。カラーリングに疾走感も感じられて空港特急らしいなと思います。ロゴマークには五重塔と富士山が描かれていて、早速日本を感じられるのがはるかのいいところです。乗車位置とドア位置に大きなズレがあったのですが、スムーズな乗降のためでしょうか。車内はラピートとは対照的でかなりシンプルでしっとりと落ち着いた雰囲気です。座席は厚みもあってしっかりとしています。座ってみるとなんか馴染みを感じます。シートピッチは何もないと快適な幅に感じられますが、キャリーを置いた状態だとラピートよりも狭く感じました。でもキャリーがないと座席の下に隙間があるのでラピートよりも広く感じられます。ではここから大阪駅まで約50分間の乗車時間です。もともとは大阪駅には停車していませんでしたが、梅北地下ホームができたことで大阪駅にも停車するようになってさらに便利になったなと思います。座席は程よく固めで快適です。乗客が多く車内が落ち着くまでに時間がかかりますが、乗っていると不思議と心が落ち着いてくる車内です。リクライニングが思いのほかスルッと倒れてびっくりしたので、後ろの方への配慮は気持ち大きめにした方が良さそうです。背面テーブルはありませんが、肘掛けに私の手よりも小さいミニテーブルがあります。ドリンクはすっぽりハマるのですが、お弁当とかは食べられないかな。これ乗っている人が私以外全員海外の方なんじゃないかなと思っていたのですが、座席背面に入っていた案内パンフレットを見てみるとオール英語版、日本語がありませんでした。やっぱり関空ということで伊丹空港にはない国際線ですよね。外国の方に向けてのサービスが充実しているのはとてもいいことだと思います。切符は通常は乗車券と特急券を合わせて2910円です。ちょっと高いなと思うのですが、いいご予約で購入すれば200円引き、それが JWEST カードでの購入なら640円引きになります。それよりも安いのが JWEST チケットレスというもので、なんと980円引きになって1930円で乗車できます。JWEST チケットレスは前日からしか購入ができないのですが、大人数じゃなければ座席が埋まっているということも少ないと思うので、全然問題ないしありがたいなと思いました。荷物置き場は2段でラピートより少ないのですが、座席上部の置き場が広々と使えるので、大きいキャリーじゃない人は上に置いてる人も多かったです。特急ラピートにはなかったスキーやゴルフ用具の置き場があります。そしてお手洗いは多目的トイレと男性用トイレがあって、女性用はないのですが、化粧室におむつ交換台となんと更衣室までついています。ここは以前喫煙ルームだった場所だと思うのですが、現在はフリースペースとなっていて、ちょっと特別感があります。基本的には皆さん自分の座席にいらっしゃるので、この大きな窓を広々と独り占めすることができて嬉しいなと思いながら、例えば小さなお子様がちょっとぐずっちゃって大変だっていう時とかに皆さんデッキに出られるじゃないですか。ここだとお子さんの機嫌も若干取りやすいんじゃないかなと思いますし、保護者の方もちょっと気が楽になるんじゃないかなと思いました。電話ボックスかな、結構すごい真っ黄色なんですけど、音が電気との音が結構遮断されてる感じがして、電話にはちょうど良さそう。電話として使っていいのか、こう入れるから使っていいのかなと思います。洗面所、パイプはさっきと一緒です。
ラピートと同じくはるかにもコンセントがありません。でも2020年に導入された新しい車両271系が来た場合には全席にコンセントがついています。どっちの車両で運行するかはわからないのですが、その座席を選ぶときに車内の構造から推測することはできます。なのでどうしてもコンセントが欲しい方は271系を待つのもありだと思います。そしてグリーン車もありますが、ラピートのように追加200円とはいかないので若干お高めになるので注意が必要です。走行距離に違いはありますが、気軽にランクアップを体験できるのはラピートですね。そして全車指定席のラピートに対してはるかには自由席があります。自由席があるとある程度自由が利くのがいいです。私は大阪駅で降りましたが、ほとんどの人がまだ車内でリラックスしていて、飛行機で大阪まで来て1本で京都まで行けちゃうっていうのはかなり需要が高いんだろうなと感じました。ということで今回はラピートとはるか2つの空港特急を乗り比べてみたんですけど、簡単な比較表はこちらです。走っている区間が違うので完全に同条件の比較というわけではないのですが、移動体験の面から見ると個人的な意見としては特別感や旅の一部としての楽しさを味わうならラピート。やっぱり大阪駅や京都駅に乗り換えなしで1本で行ける利便性を求めるならはるかがいいなと思いました。ラピートには空港特急としてではなく会いに行きたいと思うくらい私にはこの車両が刺さりました。特にモブラピートは一生終わらないでほしいなと思います。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップでは毎週配信などもしているのでぜひチェックしてみてください。またねー。